こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日は関東在住の大分サポが水戸まで行ってきたのだ。社畜が頑張って作ったから最後まで見てね。なんなんですかこれ。実はこれ飛んで埼玉のオマージュなのよね。原作か映画を見ていない人にしかわからないのだ。ちなみに今年の11月23日には続編が上映されるわよ。無意味なステマはやめるのだ。公式の予告では浦和サポと大宮サポの手に汗握る展開がそそられるわ。そもそもこの動画、サッカーの動画なのだ。鉄道だけに話が脱線しました。どうも投稿者です。ちなみに、常磐線を日豊本線に書き換えても遜色ないんですよね。水戸駅に着いたのだ。今回は駅に着いたらそのままバスに乗ってスタジアムに行くわよ。投稿者は明日仕事があるから応援して帰るという動画になってしまうのだ。だから冒頭で意味のない茶番劇をやっていたのね。それじゃバスに乗ってスタジアムに行きましょう。水戸駅からスタジアムまでの移動時間は30分くらいね。それじゃ移動がてらトリニータの話でもしましょう。あまり明るい話題が出てこないのだ。ダメよ、現実を直視するのよ。とはいえ直近5試合で12失点をしているのだ。徳島戦のハイライトを見たけど勝てた試合でもあるのだ。それでは前節の徳島戦を振り返りましょう。1失点目、大分は自陣右サイドをフリーにさせてしまったのだ。野村選手がプレスしているとはいえ徳島はボールを持つ余裕があるわね。ここでは大分の選手が足を滑らせてしまったけど右サイドのスペースをケアしていれば未然に防げた失点なのだ。ここで大分はプレスをかけすぎて徳島にスペースを作らされているわね。2失点目に関してはボールを奪いきれなかったのは悔やまれるわ。大分は奪い切ってカウンターにも行けたけど守備対応において大分の選手たちが中央に集まりすぎているのだ。ここでもサイドのスペースが手薄になっているわね。3失点目も同様にサイドの対応に苦慮しているのだ。これに関しては徳島のサイドチェンジを褒めるしかないわね。後半になっているとはいえ修正できていないコーチ陣にも問題があるわね。そう、まさしくこれは。攻め方が分かってるのにそれに対応しないっていうのがなんか歯がゆいような気しますもんね。ワンボールツーストライク4球目。何も言えね。大分も3点を取って野村選手のフリーキックやペレイラ選手の魂のヘディング、そして鮎川選手のゴールは個性が生きていてよかったのだ。大分の3点目はかなり良かったわね。香川選手の右足からのクロスボールは圧巻なのだ。長短のパスを回した結果香川選手がフリーになったとも言えるのだ。鮎川選手の飛び出しも生きて攻撃の引き出しが増えたことはポジティブに見てもいいと思うわ。はい。皆さんもご一緒に。大外から鮎川、大外から鮎川。スタジアムに着いたのだ。去年はあのトラウマが呼び起こされるわね。時間もあるからスタグルを食らうのだ。今回は冷やしスタミナをいただきました。いわば水戸の B 級グルメの一つね。あんは温かくて麺は冷たく締められているのだ。あんはほんのりニンニクの風味が鼻に抜けて具材も大きく切られた人参やかぼちゃが食感を楽しませてくれるのだ。腹ごしらえも済んだらスタジアムに入場しましょう。スタジアムに入るのだ。去年は水戸のアウェーで完封負けをしてしまったわね。せっかく有給を使って平日の夜に見に行ったのに残念だったのだ。それじゃ水戸ホーリーホックの話でもしましょう。前節水戸は仙台にアウェーで完封勝利しているのだ。水戸の山口選手の PK ストップやグワニカ選手の決勝ゴールなど水戸サポにとっては記憶に残るアウェーゲームになりそうね。それに大分にとって水戸は厳しい相手になるわ。前節の水戸の試合内容にも触れましょう。単に仙台の選手がボールを持っているだけなのだ。これだけでも水戸の基本的な守備ができているのかがわかるわよ。これは仙台の選手が深い位置で左サイドにボール保持をしているんだけど水戸の選手は1人ボールホルダーにマークして中の選手はクロスボールの対応、そして仙台の走り込みに水戸の選手がカバーに入っているわ。
確かに前節の大分の失点はボールを見ているだけ、あるいは追いかけているだけなのだ。右サイドでも水戸は同様な守備をしているわ。どちらも最終的にはクロスが上げられているんだけど、しっかりマークについているからこその無失点だわ。こりゃ完封勝利もうなずけますわ。お前怒られろ。失礼。それでは水戸の攻撃にも少し触れましょう。これはパス&ゴーなのだ。まさしくこういうのでいいんだよという攻撃ね。大分もパスサッカーという土台があるから、運動量というスパイスを加えれば良いサッカーができそうなのだ。大分の目線に立てば流動的に動く相手に対しては苦手だから、ピッチ上の選手だけではなくコーチ陣とのやり取りも重要になっていくわよ。もっと欲を言えばマークの引き渡しができれば大分の無失点も可能だわ。選手たちが来たのだ。それじゃ試合予想は？ 1-0 で大分が勝つのだ。やっぱり水戸の洗練された守備を崩すのは厳しいのだ。確かに複数得点は期待しない方がいいわね。それじゃ大分の注目選手は？今日は藤本選手に注目するのだ。触れてはいないんだけど、水戸の守備は個人技で攻められるとファールで止めに行くケースが多いのだ。そういった意味では藤本選手のドリブルに期待しているのだ。野村選手もドリブルが得意だけど、彼一人だけだと対策されそうね。藤本選手に対してはドリブルをするだけではなく、相手を抜き去ってからのチャンスメイクが大事になるわ。あるいはパスワークにしてもドリブルで相手を引きつけてからパスコースを作るのも打開策としては考えられるわね。それじゃ試合終了まで守るのだ。やったのだ、勝ったのだ。8月12日の藤枝戦以来の勝利ね。勝てない期間が長かったけど、アウェーの地で完封勝利できたのは大きいのだ。渡辺選手の狙いすましたシュートはさすがだったわ。ゴールした後にゴール裏に来て喜ぶ光景は大好きなのだ。私的にはこの試合の陰の MVP は伊佐選手だと思うの。確かにボールをうまく収めていたのだ。それ以外にも前線からのプレスや斜めに飛び出したり、水戸の守備陣にとってはいやらしい選手だったと思うわ。それに無失点勝利と西川選手は自信を持っていいのだ。水戸に1人の退場者と負傷交代で攻撃の強度が落ちたとはいえ、羽田選手やペレイラ選手が未然にピンチの芽を摘んでいたわね。難敵の水戸に勝って大分に帰れることは素晴らしいことなのだ。ホーム戦でも期待を裏切らない結果を待っているわ。それじゃ帰るのだ。ここで私ができることは終わりました。東京に戻ります。家に帰るのだ。次回のアウェーは東京ヴェルディ戦でしょ。そうなのだ。都民の大分サポとして気合十分なのだ。観戦機の投稿も最短で試合終了3時間後を予定しているのだ。いくらなんでも早すぎるわよ。遅くても日付が変わるまでには投稿できていると思うのだ。それでは10月7日の東京ヴェルディ戦までお楽しみに。最後まで見てくれてありがとうなのだ。ありがとうございました。